そう。すごい美味しそう。バタバタやと。いただきます。美味しそう。お腹減った。今日はバタバタだから。うん、いいよ時ね。間が。うん。ありがとうね。うわ、カリカリ。うん。あ、そうだ、お味噌汁忘れてた。あ、そうだね。忘れてた。あ、いいこと思い出して。ダメだ、バタバタしてる。いや、しょうがないよ。ありがとうね。いや、でも楽しみだな。うん。いろいろ。会議室作るぞってなってやっぱ作りたかったのがなかなか入れるところがなかったので、もしかしてまで見てなかったので来てびっくり。高い。尺を理解して、そうなんです。
ありがとうございます。そんなに極寒ではなかったですね。あ、全然今日は暖かくて。私ちょっと思っているのは、まあ、こんな感じの。あ、すごい、もうそこまでやっていただいているんですね。いや、なんかなんとなくラはいはいはいフという感じではあるんですけれども。手書きですか？あ、そうです。で、まあこのストライプはプリンうん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 トで、この胸元だけ刺繍っていうのが理想では。この縁に書いてもらってるこの線みたいなのあるじゃないですか。はい、これはピン出しみたいな感じ。こういう無地のやつの土台を決めてここにプリントするみたいな。でもなんかまあ、はい、そう雰囲気はいいかなっていう、はい、一応そうこの前見せてもらったサンプルの写真を送って、両方とも合わせて、だから合計で6000とかいけば割と抑えれるけど、なくなっちゃうのもあれだしと思って、いえいえ修正させてもらったらいいかなと思ってたので全然大丈夫です。I just called to say hello, hello. Such a wonderful night for walking past my moonlight. And I just wanna say, you know, the time is right. Don't you think that the time is right? Tonight, tonight, tonight. I know the time is right. Tonight, tonight. We can take it very slow. We'll be counting the stars that dot the night sky. Take the light right now, the show. The time is right, the time is right. Tonight, tonight, tonight.パエリアなやうわ、綺麗。つ。美味しそうです。うん。プレモル。い
やったイエお腹減ったねありがとうねーイ。うん。うんありがとううん。はい。じゃあ乾杯。乾杯ああ。あっちいわバカだ本当にそりゃそうだよね熱いよ。出汁がすごいうん。お米の硬さが絶妙だねうんうん。ちょうどいいかも。うんすんごい味しみてるこれってなんか出汁入れたのうん。
します。いやー、初めましての感じがしないちょっと座らせてもらいます。じゃあ改めて本日は朝から皆さん貴重なお時間いただいて本当にありがとうございます。ニコライフです。なんかもう本当奇跡みたい、嬉しい感動してなんか涙出ちゃいそうすいません、ついてもらっていいですか。すいません。いや、本当嬉しい。いや、全然すいません、喋る前にこんなつもりじゃなかったんですけど、なんかみんなの顔見たら涙出てきちゃった。すいません、何だってかティッシュをください。はい、もうなんかね。本当に全然そんなくともなかったんですけど、なんかもう皆さんの顔見たらすごい緊張のなんか糸がほどけてなんか涙が出てきちゃった、嬉しくて。本当にたくさんチャレンジをしました。なんかやったことないことを私たち離れ小島は何でつながってたかっていうと。出られながらもう本当に走り回って昨日はね、私もこちらの席に着いて皆さんのちょっともう本当に私も辛いそう、もう席に着いた瞬間私ももう涙が溢れちゃってもう全然喋りたいこと喋れなかったんですけど、今日はと思ってたけども本当に涙もろいんでティッシュをくださいもうね、本当になんかもう皆さんから溢れ出るなんかもう優しさというか、もう母性というか、もうそういうものに包まれてなんか自然ともう全然もう今日は大丈夫でしょって思って出てきたのに、ね、まさか2日目は本当に、もうね、昨日
って泣いちゃってでもぐちゃぐちゃでごめんなさいみたいな感じで全然うまく喋れなかったんですけど、はい、なんかこんな機会だからちょっと皆さんについてそのルームメイトっていう言葉がなんかどういうふうに私が感じているのかみたいな。なんかすごいクローズドだし、皆さんって多分すごく私のこう軌跡というかそういうものをこう見てくださった方が結構ここに集まってくださってるんじゃないかなって思うと、なんか少しこう踏み込んだというか深い話ができればいいなというふうに思っております。はい。ティッシュをもう少しください。すいません。嬉しいですね、こんななんか嬉しい涙が一緒に流せるなんて本当にティッシュ配り、美しいティッシュ配りですね。はい、お願いします。はい。ティッシュをね。はい、いいですね。ティッシュをご希望される方はぜひ。はい。で、どういうお話をしようかなってテーマを考えた時に、私はこうもうパッて思いついたのが、もうテーマはそのルームメイトになります。で、まあ、動画で少しねお話ししたこともあるかとは思うんですけれども、テキストだとどうしても説明できる時間とか文字数が限られちゃうので、よりもっとねカジュアルにお話しできればって改めて思うんですけれども。その私のちょっと幼少期を少し、振り返らせていただきたいんですが、まあ、ご存知の方もいるかと思うんですが、私はもう本当に生まれた時はもう本当築45年以上のボロボロの社宅もよくあるもうちょっと廃墟みたいな社宅に住んでいて、もう本当に狭いし、もう障子破れてるし、網戸はガタガタだし、もう隙間風は寒いしみたいなところで家族4人でぎゅうぎゅう詰めで、まあ、それでも幸せに暮らしていました。だけどやっぱりこう物心ついたりとかするとこうどうしてもこう友達のお家とかに遊びに行くとこう一軒家でピカピカのランドセルにピカピカの机を使って自分の部屋があって、なんかお母さんとかがこうキルトとかで可愛いクッションカバーとか飾ってて、もうそういうのを見て自分の家とのあまりの差に愕然として、もう小学生ながらなんかもうコンプレックスと嫉妬で、もう本当になんかなんで私はこういうお家に生まれてこれなかったんだろう、なんで私はこんな足りないんだろうみたいな感じで、ものすごくなんか劣等感をすごい子供の頃から部屋とか家とかっていうものに対して抱いていました。だからなんか私がこれだけそのインテリアにすごく興味が強いというか、なんかもうある意味なんかもう執着なのかなって思う時もあって、なんかそういうのってなんかやっぱりコンプレックスから来ているところもあるのかなっていうふうに思います。だけどなんかそれが辛い時もあったけど、なんか今は逆にもう好きすぎる、お家が好きすぎるっていうところに対してなんか誇りを持てるぐらいなんか乗り越えたというか、そういう感覚があるので、なんか逆にそういう自分の辛かった生い立ちも力にというか、なんかポジティブな方向に変えることがやっと37にしてできたのかなっていうふうに思っています。だからなんかこうちっちゃかった頃の自分になんかその悔しさは無駄になることないよってすごい伝えてあげたいなっていうふうに思いますし、なんかその頃のなんか自分がいてくれたから皆さんとも出会えたのかなっていうふうに思うと、なんか褒めてあげたいなっていうふうにすごい思います。もう今日も一日でもう昨日もなんかもう目が腫れちゃってもうやばかったんですけど、はい、そんなふうに思います。ね、なんかこういう素直な多分コメントというかお話が出てくるのは、多分なんか私がどうのっていうよりも多分皆さんがこう引き出してくださってる感じがすごいして、なんかきっと理解してくれるだろうって思って信用してるから、なんかこういう言葉でお話ができるっていうところがあって、多分なんかこれがなんか初めましてで本当にまた全然違うなんかこうセミナーみたいな雰囲気だったらもう全然なんかこう逆にスムーズに話せるみたいなだけど本当のことというか自分の中の核を分かってくれる人たちだから、
なんか自分のその内面の本当に何も包まれてない部分みたいなのをお話しするから、なんかこう込み上げてしまうものがあるのかなって今思っています。でちょっと話戻るんですけれども、でそういう幼少期を過ごしてた時に、その小学生の時のこうグループってこうどんなグループに属してたかっていうと、大体なんか小学生のグループの時ってこうヒエラルキーみたいなのがあって、なんかこう陽キャのキラキラの人たち、サッカー部とかなんかこうそういう子たちで、なんかこうお笑いの面白いグループ、こう文系とかいろいろあると思うんですけど、私はどっちかっていうともうそのヒエラルキーの斜め横ぐらいのところのなんか離れ小島みたいなところにいてなんかショムニみたいななんていうんですかね、なんかこうあいつらちょっと変だよなみたいな感じのヒエラルキーに属さないみたいな離れ小島にいて、でそのグループの女の子が4人いたんですけど、なんか共通点がお裁縫と動物が好きっていう子たちでした。だから4人ともなんかすごい独立してて、別に一人で遊ぶしみたいな、今日は一人で遊ぶみたいな、あんま小学生の時ってないっていうか、なんか一人で遊ぶって言ってるみたいな感じで、なんか仲間外れにすぐなっちゃったりとかなくって、それが私にとってはすごい心地よくて、なんかただただ好きなものでつながってる4人みたいな感じだったんですよね。そういう友達みたいなのって社会に揉まれると、なんかこういろんな関係性がとか、なんかお付き合いがとかってこういろんなものに揉まれたら、そういえばなんか最近なかったなというかっていうふうに思って、だけどなんかまたちょっとこう近い感覚っていうのが皆さんに対して、そのなんだろう、仲間っていうか友達っていうか、なんて言ったらいいんだろうと思って、この距離感っていうのでいろいろ考えたら、それぞれのみんなお家が好きだったり、自分の空間とか自分の世界観、考えとかが好きっていう、一人独立してちゃんと意思だったりとか個性っていうのがあるんだけれども、価値観でつながってるっていうのが、なんかこうルームメイトっていうそれぞれの部屋を持ってて、だけどお隣さんでお話が通じるというか、同じ言葉で話せるみたいな仲間っていう風に私は思っていて、そういう感覚っていうのをちゃんとこう言語化できたことがなかったんですけれども、皆さんだったらなんか理解していただけるかなっていうか、きっと私たちちょっと離れ小島にいるのかなってたまにちょっとこう陽キャのとこにも行くし、お笑いのとこにも行くけど、なんかこう一回こう自分の離れ小島に立ち戻って、自分の中でこう整理して、またこう社会に出てくるみたいな、なんかそういう感じが、して、 YouTube とかのチャンネルもね、多分特集っていうかなんか離れ小島みたいだなってすごい思うんですよ。いろんなエンタメジャンルとかある中でも、文字だけで完結してるみたいなのってやっぱりあんまりないかなというふうに思うので、多分皆さんもそれでこう楽しんでくださってて、私もそれで作ってて楽しいっていうのはちょっと変わってるいい意味でねでもなんかそういう仲間にほら出会えることってないから、すごい嬉しいですよ。私は本当にやってきてよかったなっていうふうに思います。でもその変わってるっていうのは個性だし、私も誇ってるし、皆さんにも誇ってほしいものだなっていうふうに思っています。はい、なんかそんな風にちょっとこうルームメイトっていう私から見た皆さんの存在に対してそういう思いを抱いているし、私がちょっとこう落ち込んだりとかした時もありましたけど、そういう時にこう必ず皆さんがこう手を差し伸べて、なんか大丈夫、分かってるよ大丈夫だよって言ってくださる、その DM とかねコメントで言ってくださるその言葉だったりとかに何度私が救われてきたかっていうのをすごい感謝をたくさん伝えたいなと思いました。改めてありがとうございますはい、そんな感じでね、ちょっと私からこう一方的におしゃべりはこの辺にしたいなというふうに思っていて、できれば皆さんからね、もしあれば質問などしていただいて、ちょっとみんながどんなことを考えているのかっていうのを教えていただきたいんですけれども、はい、何かご質問とかがあればちょっと教えていただきたいって思うんですけど、そういえば私もお茶飲みたい
お茶会だからお茶会は乾杯してなかったけどみんな飲み終わっちゃうかもしれないはいはい、じゃあその間に何か質問とかがあればはいお受けできればはいお子さんはじめましていつも見てますちょっと声が古いすいません全然大丈夫ですゆっくりで今もさっきニコさんが言ってた離れ小島っていうのが、しっくりきすぎてやばくってなんか離れ小島にいたいのに入れなかった、やっとなんか30ちょい生きてきて、離れ小島にいいんだなって思わせてくれたのがニコさんだったんですけど、でもなんかやっぱ自分ってちょっとなんか世間の大多数とは違うなみたいなことを思うことがすごいよくあって、私もなんか会社でうまくやっていけなかったから2年前に退職して、今、個人で仕事をやってるんですけど、なんか周りの友達は普通に妊娠出産子育てみたいな、私は仕事を頑張りたい、それでいいって頑張って思い込んでるような節があって、でもどこかで普通になりたいみたいな自分がいて、なんかそういう気持ちの整理をなんかニコさんはどんな風にしてるのか、もし体験されたことがあるのであれば、でもなんかやっぱ会社員とご自身でされたどっちも経験されてると思うので、もしそんな風に思われたことがあるのであれば、どんな風に前を向いたか教えてもらってもいいですか？はい、もちろんです。すごいでも難しいテーマというか、なんか多分それって人生のすべてじゃないですか。だからその意図がこんがらがってるみたいに、なんかこう恋愛とか結婚の意図となんか仕事の意図となんかもう全部ぐちゃぐちゃになって、多分それを一個一個多分もう細い糸を紐解くみたいに整えていくのがいいのか、必要があるのかなっていうふうには思っていて、私も本当にずっと20代の時って家族の病気だったりとか介護だったりとかで本当に10年間青春がなくって、もう好きなこともできなくって、でもブラック企業に入っちゃうしみたいなもう本当に踏んだり蹴ったりな20代で、もう私の人生終わったみたいな感じでずっと過ごしていたんですね。でも恋愛も全然できなくって、もう結婚とか無理だわと思って諦めてました実は。だけどなんか一個一個こう、でもそれでもこんなになんかなんて言ったら人を見て羨ましいとか思ったりとかするっていうことは、なんかある意味それを嫉妬することに対しての対象が、自分がこうなりたい像に近いのかなっていうふうに、なんかグッてこう心が傷ついたり悔しいとか思うことってこうやりたいことセンサーみたいな風にちょっと視点を変えてみて、なんか多分いろいろぐちゃぐちゃどうしたらいいんだろうっていう風に思ってるけど、一番こうグッて心に来るものみたいなのって多分一番自分がなんかその時なんかなりたい像とかなんか必要なものみたいな、それが恋愛なのか仕事なのか、どっちもある場合もあるかもしれないんですけれども、なんかじゃあそこの悔しいとかなりたいみたいな感情を一旦こう俯瞰して整理した時に、もしかしたら自分がなんだろう、こう今一番こう強めたいジャンルというかっていうのがなんか分かってくるかなっていうふうに思います。周りに影響されるっていうのもそれもそれでタイミングだと思うんですよ。私もそのアプリで今の旦那さんと出会ったのって、周りの職場の人たちがなんかもう婚活って言い出してって言って流されたらなんかしなきゃいけない気がするみたいな。私はもう永遠にその家族の病気とか介護とかで生きていくのかなって、もう本当にお先真っ暗みたいなもう本当にそういう時期もあったので、それでもなんか道は開けるというか、遅くてもなんかやりたいことができる日が来るんだなって今はちょっと思えているので、諦めずにっていうか、なんか自分に期待をしてそれだけなくさなければ何でも叶うと思うので、一
とゆっくりほどくの頑張ってください。はい。ゆきこさんの動画を見ると本当に心から落ち着けるなので本当に癒されてます。そうしたいのが、今自分は実家暮らしで自分の部屋があるんですけど、今バイトしていてなかなかこう高い家具っていうものは買えないんですけど、物の配置の仕方がちょっと苦手で、ここにこういうのを置いたらいいとかっていうアドバイスがあれば教えていただきたいです。間取りとしては何畳ぐらいのお部屋？8畳。お母様はすごい会話の成長に結構難しい着席の仕方でちょっと一番面白かったんですけど、8畳で縦に長いのかな。正方形っぽい。あ、なるほど。そうですね、正方形って結構難しいけど、でも8畳あれば結構いろいろできるかなっていうふうには思っていて、こう広いスペースとかだったらそのベッドのカバーとかをちょっと白系とかにしてみるとお部屋が広く見えたりとかするので、なんかまずはちょっとこう手を出せるちっちゃい部分とか、そういうファブリックで手に取りやすいアイテムの広い範囲、カーテンとかなんかそういうものの色のトーンとかを明るめで、質感とか色を揃えてみるっていうところからやってみると結構びっくりするぐらいまとまりが出てくるかなというふうに思うので、IKEA とかで全然いいと思います、最初は。でなんかまずは色を合わせるっていうことに慣れるときに、IKEA とかなんかリセロさんにいるのにごめんなさい、ぜひリセロさんアイテムもぜひと思うんですけど、まずは慣れるためになんか無印とかそういうのでなんか練習してでリセロさんで買うっていうのがいいと思います。素敵な動画ありがとうございます。勝手になんか毎週日曜とかになったら今日ニコさんの日だって思ってなんかそうしたワクワクしてます。私自身も、仕事とか人生とかいろんなことが頑張れる時と頑張れない時があるんですけど、ニコさんもこう動画とか作品を作られていく中で、こうそれを継続させていく上でのなんか原動力とか、あとはこうたまにするこうリラックス方法とか、なんかそういったことを教えてもらえたら嬉しいです。制作のその原動力っていうところでいうと、私その美術系の中学とか高校に通わせてもらったんですよね。でもそんなに初めに言った通り裕福なお家じゃなかったので、お母さんがチラシ配りを毎日しながら貯めて、私立だったのであとおばあちゃんとかおじいちゃんに借金したりとかして必死で稼いだお金で美術系に行かせてもらったんです。だからなんか私の中ではもう絶対にクリエイターというか美術系のお仕事で一生生きていくってもう中学生ぐらいの時から決めててなんかそれしかできないっていうのもあるんですけど、なんかやっぱりそれだけ知ってもらったんだからそれでしかも楽しんで生きていかなければいけないって私はちょっと思っていて、なんか原動力はそこにあります。で、それでもそういう信念があったとしてもやっぱり自分の中の芯の太いキャンドルみたいなのに火が灯ってるんですけど、それがこういうイベントの時とかボーって燃え上がる時もあれば、なんかもう本当に落ち込んでる時はその炎が消えちゃいそうみたいな時とかもあるんです。だけどその灯火だけは絶対に消さないっていうことを一番大切にしていて、なので本当に元気ない時はその炎を守ることに徹するというか、お休みして、だからどう調子みたいな感じでなんか自分の心のキャンドルみたいなのをイメージするのでちょっと瞑想みたいな感じで今どんな感じかなみたいな。で今ちょっとちょうどよくゆらゆらしてるなみたいな。でなんかそうすると今ちょっと頑張れそうみたいな感じで、私は自分の心の中のキャンドルを指針にいろんな今頑張り時とか
なんか決めてたりとかする部分もあって、でそれでもこうなんだろう弱火になってきちゃった時とかはやっぱり自分が心がときめくものを見たりとか写真集見たりとかなんか映像見たりとかあんまりそのなんかわーっていうエンターテインメントの情報をたくさん頭に入れるっていうよりかはもうきれいで美しいものを見てやっぱりいい香りに包まれてゆっくり寝るっていうもう本当自律神経大事なんで自律神経を緩めてあげるっていうのをめちゃくちゃ意識しています。回答になったかはい、ありがとうございました。はい、それではねたくさんちょっと皆さんとおしゃべりできてすごい楽しかったんですけれども、この後もねお一人お一人とおしゃべりの方できたらなというふうに思っておりますので、また後ほどというところでありがとうございました。